どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前アピストグラマの繁殖に成功したという動画を出したんですが、覚えていますでしょうか？だいぶ前に動画にしてから一度も触れてなかったので、もう忘れてる方も多いと思います。アピスト関連の動画は再生リストを作っていますので、興味のある方は概要欄の URL から今までの苦悩の歴史を見ていただけると幸いです。今回はそのアピスト稚魚たちの孵化から2ヶ月間の成長ぶりをお届けいたします。果たして人工孵化した方と親と一緒に育った方では成長速度や生存率に違いが出るのでしょうか？それでは早速やっていくんですが、忘れてしまった方が大半だと思うので、軽く今までの経緯をおさらいしておきます。まず、自分はアピストを3種飼育しており、そのうち2種類がほぼ同時期に繁殖しました。一つはアピストグラママクマステリーという種類で、ワイルドな感じがかっこいいやつです。こちらはシェルターに産卵を確認した後、隔離せずに母親が孵化まで面倒を見てくれました。問題なのはもう一種類の方で、アピストグラマブルーフレームという自分が一番欲しかったブリードアピストです。一応種類はブルーフレームなんですが、色の表現が違う個体で、ヒレや体色が特徴的な水色ではなく、ヒレがオレンジ色で体色は暗めの青色でした。次世代が生まれれば、もしかしたらブルーフレームの色合いが拝めるかもと期待してるやつです。この品種を雑誌で見て、いつか買いたいと思っていたこともあり、早くブルーフレーム本来の表現が出ている個体が欲しく、産卵が待ち遠しかったわけですね。ただ、このブルーフレームがくせ者で、マクマステリーのように一度の産卵で孵化まで成功したわけではなく、何度も産卵しては殖卵を繰り返すというありさまでした。環境が悪いのかもといろいろ試行錯誤はしましたが、結局殖卵続きだったため、最終的には人工孵化で卵を返すことに成功。この殖卵が続いていると報告した動画で、なんでそんなことするんだ、産卵床を除くから卵を食べるんだと怒りのコメントをしている方が数名いましたが、人工孵化に成功して以降、躍起になって次の孵化を成功させなくてもよくなったため、産卵した後も何もせず見守っていましたが、普通に何度も殖卵してました。というわけで、無事に2種類のアピストの繁殖に成功したわけですが、あれから数ヶ月経ってどうなったか時系列順にお話ししていきます。まず、ヨークサックがなくなって自力で泳げるようになった時の映像がこちら。マクマステリーの方はメスがしっかりと世話をしてくれているので、温水槽の方で親と一緒にブラインシュリンプを与えています。数はそこまで多くありませんが、自然に孵化してこの数なら上出来ではないでしょうか。マクマステリーはブルーフレームよりも1週間ほど早く生まれているので、現在映像に映っているのは孵化から1週間ほど経過している状態です。まだ低床でもぞもぞしている個体も多いですが、自力でブラインを食べてくれていますね。そこから5日後の状態がこちら。ほとんどの個体が自力で中層付近を泳いでおり、ここまで来ればだいぶ安心感があります。近くで見てみると、すでにアピストっぽい見た目をしてますね。ブルーフレームはこんな感じ。ようやくヨークサックが外れたという状態で、何の稚魚なのかまだわからないくらいです。それでも映像のように、ブラインシュリンプを与えると一生懸命食べようとしているのは可愛らしいですね。続いて、それから2週間後の映像がこちら。マクマステリーは相変わらず、母親は真っ黄色です。
実際に繁殖させて気づいたんですが、産卵が終了し子育て期間に入ってもメスってずっと黄色いんですね。個体差もあるのかもしれませんが、稚魚が親元を離れるまではこの色を維持するのでしょうか。肝心の稚魚はしっかり大きくなってきてますね。種類までは分かりませんが、アピストだということははっきりしてきました。ブルーフレームはこんな感じ。こちらもだいぶアピストしてますね。小さい頃はなんかショートボディみたいな風貌をしていますが、ここから普通の長さになるから面白いです。こちらも毎日ブラインを沸かし食べさせているんですが、成長スピードは子育てされているマクマステリーとあまり変わらない印象ですね。どちらも順調に育成できています。それでも数匹落ちることがあるので、大きくなるまでは気が抜けません。それから4日後の状態がこちら。マクマステリーの方はだいぶ色も乗ってきました。ワイルドっぽさが増してたまらないですね。ブラインを食べてオレンジになっているお腹もたまらん。ブルーフレームは相変わらずですが、ここら辺から若干模様の違いが出てきてます。黒い斑点が広い範囲で出てる個体もいれば、まだまだ薄い個体もいます。ここら辺から徐々に成長スピードに差が出てくるようになっています。続いて6日後の状態がこちら。ここまで来ると見る人が見ればマクマステリーってわかるんじゃないでしょうか。自分が見てもわからないですけど、体側の黒いラインが浮き出てきてかっこよくなってきてます。ここまで来ると落ちる個体も減ってきましたね。ただ自力で泳げない個体などはどうしても落ちてしまいます。ブルーフレームはこんな感じ。若干顔周りにラメが乗ってきた個体も出てきました。先ほど話した模様の違いは余計顕著になってます。どれがしっかりとしたブルーフレームの形質を受け継いでいるのかワクワクドキドキです。親が全く違う色でもちゃんとした色合いの個体が出れば次の世代にも期待が持てますね。それから少し間が空いて13日後の状態がこちら。これはもう完全にマクマステリーになってますね。体全体の色が茶色みがかっており、ここまで来ると種類の判別もしやすくなりそうです。さすがにまだ雌雄判別はできないですね。見る人が見ればわかるのかもしれませんが、制御ですら判断できない自分が見てもちんぷんかんぷんです。その場でのホバリングもお手の物で、じっとブラインを見つめてしっかりと食べています。ただ、未だに自力で泳げない個体がおり、成長速度も他と違ってます。これは個体差なのか、何らかの異常があるのかはわかりません。今のところ弱ってるとかそういうわけではなさそうです。ブルーフレームはこんな感じ。体側のラインが出てきましたね。映像では分かりづらいですが、背びれが若干白っぽくなってる個体も出てきました。これは期待できそうですね。個体差はありますが、綺麗なブルーになりそうなのが何匹か見受けられます。ここからどんどん成長していくと思うと楽しくて仕方がないですね。そこから10日後の状態がこちら。マクマステリーは制御にも劣らない体色になってます。大きさこそ違いますが、しっかりとマクマステリーっぽいです。色が濃く体が少し大きい個体はもしかしたらオスなのかもしれません。ブルーフレームはほぼ全ての個体が体側の黒ラインが浮き出ており、もう少しすれば色合いの判別もできそうです。ただ、先ほど話した通り、黒い斑点が多い個体が数匹見受けられます。これはメスなんでしょうかね。マジで全くわかりません。それこそ形質が違う個体が生まれてくる品種なので、雌雄の違いなのか色合いの違いなのかが判別できてないです。
それでもすでに光る個体が出てきてるのはすごく嬉しいですし、毎日見てて飽きませんね。毎日のブラインシュリンプ孵化もこれを見るだけで楽しくなります。というわけで、孵化してから2ヶ月間の成長具合をお話ししていきました。親と引き離した状態で飼育した方と、親と同じ水槽で飼育した方で成長度合いに違いがあるかなと思ったんですが、個人的にはそこまで変わらなかった印象です。マクマステリーの方が1週間早く生まれてることも考慮すると、優位さはないように感じました。種類の違いもあるので一概には言えませんが、同じ餌を同じ頻度で与えてれば、そこまで気にする必要はないと思います。生存率に関してはだいたい7割といったところ。どうしても数が多い分、成長するまでに一定数落ちてしまいます。それでもだいぶ生き残ってくれたので嬉しいですね。ただ、あくまで割合は体感なんで当てにしないでください。マクマステリーよりもブルーフレームの方が圧倒的に産卵数が多かったので、現在の数はブルーフレームの方が多いです。そんな感じで成長過程を見ていったんですが、グッピーとかに比べるとアピスの成長は遅く感じちゃいますね。成魚になるまで半年くらいはかかりそうな勢いです。まあ逆にすぐ大きくなるよりこれくらいの方がゆっくり成長を楽しめていいかもしれません。まだまだわからないことだらけで手探りですが、最善を尽くして飼育していきたいと思います。そして一番気になるのはブルーフレームの色です。どの程度の割合で綺麗な青が発現するのか、またまた成魚になったら全部青くならないのかは成長してからのお楽しみです。またアピスト関連の動画も出しますので、気になる方はチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。